はい、どうも金子でございます。ということで、今日なんですけども、お店開きますという動画を出させていただきました。お店で実際働いていただく従業員さん、オーディションの方が今日開催されます。今日のオーディションはですね、責任者の方、オーディションさせていただきます。主に部門は3つありまして、お店全体を見ていただく店舗マネージャーが1名、そして鮮魚部門、鮮魚の方を総じて見ていただく鮮魚マネージャーが1名、で飲食の方を見ていただく飲食マネージャーさんが1人。3部門で合計1名ずつ採用ということなんですけども、急な募集で、しかも経験者のみというね、かなりハードな条件なのに、たくさんのご応募いただき本当にありがとうございます。でその厳しい審査の中からよりすぐりの8名が今日来ていただいておりますので、僕が考えた試験内容をこなしていただくということになっております。やっぱり現場はものすごく魚さばきます。なので少し厳しめに見ていきたいなと思います。本当にぶっつけ本番なので、何が起きるか僕もワクワクしております。まず最初はですね、鮮魚部門の方2名受けていただきます。で1名の方がですね、仕事の関係上動画の方がまだ出れないということで、採用が決まって、今の仕事を辞めたら出れるっていうことなので、1名の方なので手元のみになります。で次が店舗マネージャーさん2名、次が飲食の方4名。さあ、じゃあ始めますか。はい、では、今回の審査員ですね。審査員は私と、今回店舗を立ち上げるにあたって、僕と僕の所属のキャリオンの事務所で店舗やるんですけど、実績のある参考マーケティングホールズさん、外食や、鮮魚の方もすごく幅広く展開されている企業さんにお手伝いしていただくということで、よろしくお願いします。楽しみですね。そうですね、はい、もう本当ワクワクします。結構ね、魚バチバチに詳しくて、もう実際現場にも入られてる方ですね。そうですね、もう現場も長かったものですから、はい、いい人材がね、見つかればと思いますので。そうですね。じゃあとりあえず入っていただきましょうか。今日はありがとうございます。今日はたくさん試験を用意しておりますので、あまり緊張なさらずに、現場でさばくような感じで魚さばいていただいてよろしくお願いします。鮮魚経験は20年ほどありますが、どういった人材を募集しているのかちょっとわからないんですけど、やれるだけやらせてもらいたいと思いますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。年齢は22歳で、まだ鮮魚経験だったり調理経験なども少ないんですけども、若さとハングリー精神で皆様のお力になれるように頑張っていきたいと思います。お願いします。お願いします。お願いいたします。早速1問目のそうですね、試験に移りたいと思いますので、包丁も持参していただいて、ピッカピカの。では1問目は、マダイをさばいていただきます。マダイの早おろしでございます。これは基礎中の基礎です。僕の今回作る店舗は対面コーナーがしっかりある鮮魚ブースも設けてますので、お客様からこのタイ1匹ちょうだい、3枚おろしでとかいうシチュエーションすごくあると思います。でその時にこの1匹のタイを10分も20分もかけてさばいてもらってたら仕事になりません。だいたい現場だと早い人だとマダイは3枚おろしで1分半、平均だと2分半。今回慣れないキッチンっていうのも加味して、3分取ってあります。だいたい2分ぐらいでね、3枚おろしまでしてもらえるとバッチリかなと思います。ちょっと実際やってみますね。こういう風にちょこちょこスタジオに戻して、やっていくっていうスタイルでいきますね。ではいきます。ノーカットでいきますね。用意ドン。いくら早おろしって言っても汚くさばいちゃダメです。ちゃんと鱗をしっかり取ったりだとか、あとできればね、ニガ玉を潰さないとかね。僕もよくニガ玉潰しちゃうんですけど、このカマの下とかもきれいに鱗は取る。この鱗を取る速さも大事ですからね。しっかり鱗を取って、はい、OK。水洗い。で、この一回一回このまな板をね、きれいに洗浄する。こういうところも見ていきたいと思います。やべえ、もう2分経ってるわ。エラは外さなくていいんですけど、ちょっと今回余裕を見せるということでエラを外して、でここで頭を落としていくと、ここで内臓を傷つけないように、ニガ玉を傷つけないように割っていく。やばいな。これです、ニガ玉。ここを潰さない。潰れちゃった。最後の最後にちょっと触っちゃった。
あとは三枚おろしですね。本おろしでいきます。逆包丁で入れていき、1枚。はい、3枚おろし完成ですね。あと46秒残ってる。じゃあ、腹骨をしっかりしましょうか。はい、腹骨をすいた。内側も腹骨をすいていくと。いや、意外と3分難しいわ。割とギリギリでした。20秒残しですね。はい、こんな感じで三枚おろしの完成でございます。現場へ戻します。制限時間がですね、一応2分とさせていただきます。2分でできるところまでおろしてください。最終形は3枚おろしまででよろしくお願いします。でね、頭取りまでとか片身まででも全然大丈夫なんで、多分慣れないキッチンでちょっとあれだと思うんですけど、僕3分にしといたんですけどね、なんか2分になってました。誰かが修正したところで鱗取って終わっちゃうじゃないですか。3分にしますか。始め。早い。まだ1分経ってないです。今1分経ってます。あと2分です。まな板を洗浄する時間とかもあるんで、かなりこの3分っていうのは厳しい時間ですね。で3枚までおろせれたらすごいことだと思います。残り1分です。はい、ありがとうございます。いや、もうお二人ともありがとうございます。第2問に行かせていただきます。結構この1問目から割と難しいやつをあえて入れましたので、今からは緩やかになってきますので、本当にこの慣れないキッチンで、しかもカメラ向けられて、この静まり返った空間ってマジで緊張するんですよ。えぐいんですよこれ。1000人ぐらいの人の前で喋るぐらい緊張しますよ。でも現場ではね、やっぱりあのぐらいスピーディーな作業を求められること多いので。お客様が待ってます。そうです。第2問目、カンパチを削状までしてください。節取りですね。これも先ほどのマダイと一緒で、青物系ですね。こういうブリとかカンパチとかヒラマサとか、こういった魚は売り上げの主軸になってくる魚なので、現場でもすごくさばくことが多い魚ですね。養殖のカンパチですね。これを、3枚おろしから皮引き、そこまでやってもらうと。こちらが作取りまでいくんで12分制限時間設けてます。ではノーカットでいきますね。皮引きまでやるんで綺麗にできるかどうか、そこを見ます。仕上がりも大事ですけど、ちゃんと衛生管理をしっかりできるか、最初に鱗を取るのか取らないのかとか、エラ抜くのか抜かないのかとか、そこまで見たいと思います。じゃあいきます。よーいスタート。まず鱗を取っていきます。刺身にする場合は鱗引かないっていう方もいるんですけど、まあ僕は引く派です。やっぱ鱗とかも混入すると、刺身に鱗とかも混入するとなんか気持ち悪いんで、
ガチの農家取り組んでね。カンパチはやっぱ鱗取りにくいですね。鱗取らない方が皮は引きやすいです、正直。しっかり鱗を描いていく。ここではしっかり時間使いたいですね。あ、でもまだ1分ですね。もうあと1分使ってもいいぐらいですね、ここに。まあでもそんな使わなくてももうだいぶ取れてますので、まあ、ここでいいでしょう。で、鱗をここでしっかり洗い流す。しっかり流して、ブラシで。まあ、実際受験者さんたちがさばいてもらう環境ってこんなにいい環境じゃないんで、まあ、そこは配慮してください。僕もいつも慣れてるキッチンなんでこんなサクサクいきますけど、まずは枝を抜いてしまって、久しぶりにカンパチさばきますね。カンパチもすごい高くなりましたね。高級魚です、養殖カンパチは。はい、エラまで抜きましたら頭取っていきます。はい、頭落ちました。水気をしっかり切ってあげないとぬるぬる滑りますからね。はい、じゃあ3枚に下ろしていきます。おお、まだ動くな。さっきまで泳いでたやつなんでね。うわ、ビク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 。うわ、うまそうだな。これ今日刺身にして食べよう。はい、1枚取れました。もう1枚ですね。僕はこっちを上にして取っていきます。懐かしいな。魚屋時代を思い出すな。はい、そしたら腹骨をついていきます。あと7分30秒か。はい、腹骨が透けました。はい、そしたら次は柵取りですね。これ1枚そのまま引いてもいいんですけど、皮をこういう風に、そうするとギンギンが残りません。このギンギンを残すっていうのもポイントになってきますね。やっぱ刺身にするときになんだろうな、皮のギンギンが残ってるか残ってないかはめっちゃくちゃ仕上がりに影響する。
でも緊張の環境だったらこの三枚おろしここら辺までできたら合格ラインかなとは僕は正直思ってます。三枚おろしのこの皮付きの節取りぐらいまでできたらすごいかなと思います。次は皮引きですね。よく切れる包丁でいくか。よく切れる包丁は逆に皮引き難しいんだけど、ちょっとチャレンジ。この状態、これ完璧。こっちももうちょっと攻めてみた。これいいよ。ほら、いいですね。これ。次、お腹の方。お腹は僕ここ腹もをね一回取っちゃいます。ここ腹も取って、ここはここで皮引き。ずっちゃった。でここで皮を引く。白いとこ絶対残したい。完璧。これです。これまだまだ時間は4分30秒です。じゃあこれ腹も取らないバージョンでいこうかな。ちょっと失敗。やっぱ腹ものとこね、こう取らないとこう残っちゃったりするんですよね。これがあるんで腹もは切っちゃった方が引きやすい。どうせ刺身にするときにここ成形しますので、腹もは腹もでこうやって引いてあげる。これ間違いないですね。はい、じゃあできました。3分40秒残しですね。はい、こんな感じ。これが腹ですね。腹が2枚、ハラスが2つで、背が2本ですね。このような形ですね。出来上がり。では現場に戻します。制限時間の方がですね、今回は12分ありますので、ゆっくりやっていただけたらなと思います。始め。さすが。すごい切れる包丁ですね、それ。はい。すごい切れますよ、その包丁。おろしたてなんで。頭サクッといきましたよ。関節の場所をしっかり把握してますよね。残り7分ですね。これ今12分に設定してますけど、この魚さばくだけの時間で12分だったら余裕なんですよ。合間合間でまな板を洗ったりだとか、排水口が詰まっちゃったりだとか、そういうね洗浄とか思わぬトラブルもあるんで、意外と12分っていうのは短いです。長いようで。普段慣れた現場だったら多分簡単に下ろされると思うんですけど、慣れない空間っていうのが今回もすごく難しいんじゃないかなと思います。初めてですか？本当に？本当に？こ
この緊張感の中ですごいね。ちょっとやばいっしょ。大丈夫？手切らんようにね。本当に俺逆の立場だったら俺もう発狂するもんこれ。カンパチうまいっすよね。うまいですね。何して食べるのが好きですか？やっぱり刺身ですかね。刺身か。この前湯霜にして漬けにしたら美味しかったです。うわー最高っすね。おひなさんの時に。今日もしかったらそれさばいたやつ持って帰ってください。ありがとうございます。全然急がずできるとこまでで大丈夫なので、できたら逆にすごいだろっていう時間設定にしてますので、全然悔しいですね今よく切れる柳だからリカバリーも完璧ですね。カンパチって魚屋だと鱗取らないですよね。あ、鱗取らないですね。鱗取るとやっぱ失敗しますね。マダイとかも取らない方多いですね。もう水流しっぱなしで、その方が早いですもんね。そうですね、仕事がね。私の内引き話。こうやって習ったら、これでやると逆に刃が難しいと思う。めっちゃわかるです。一緒。なので、すき引き苦手なんですよね。すごい苦手です。残り1分です。クリアしてきた。マジで。すごい。あと50秒。カンパチは初めてかもしれないけど、魚は相当さばいてきてますね。はい、終わりです。ありがとうございました。あ、お二方とね。では、第3問。そちらに電卓がありますので、原価が4000円です。それ4000円のブリフィレです。切り身で1切れ500円で売りたいです。で粗利率が大体 40% ほど欲しいです。はい。はい、何切れに切れば良いでしょうか。実際に切ってみてください。10分設けてますので、ゆっくり計算していただいて、携帯を使わずに電卓だけで計算していただいて、実際に切り分けてみてください。このブリフィーレ、4000円のブリフィーレを粗利率 40% で500円で売りたかったら、何切れに切ればいいでしょうっていう問題を出題させていただきます。これは選挙で責任者をやっていただくっていうことになると必須になってきます。もうこれ息を吸うようにそれができるようにならないとダメですね。もう電卓片手にもうパパパパパッと、これいくらいくらいくらって。大体鮮魚の売り場っていうのは、物にもよりますけど、粗利率は 35% から 40% ぐらい利益を取る商品が多いかなっていう印象です。もちろんそんなに取れない商品もありますよ。それ以上に粗利が取れる商品もあるんですけど、一つの基準として粗利 40% っていうのはどこも設定してるような気がします。なかなか難しいですよ。計算プラス切り身で5切れに切ってもらう。盛り付けまでは考えませんので。なんで4000円じゃないですか。4000円割ることの 0.6 します。これで4000円に対して粗利率 40% 乗った状態の額が出ます。6666円ですね。これを割ることの500します。そうすると13切れですね。13.3 切れ。なので13切れに切れば、大体1切れ500円で売っても粗利率 40% 取れてますよっていうことになりますね。僕もね、そんな数字はそんな得意な方じゃないんですけど、必要な計算はできるようになりましたね。さっき計算したんで、4分にしましょうか。切り方もいろいろあるんで、2種類切っていきますか。まず1種類目いきます。胴切りカットでいきます。13切れか。僕も13切れうまくいかないかもしれません。まずは1切れ、2切れ、3切れ、4切れ、5切れ、6切れ、7切れ、8切れ、9切れ、10切れ、あとここで3切れですね。1切れ、2切れ、ここはちょっと落として3切れですね。切り身が13切れですね。13切れとカマが1個取れました。カマおまけですね。時間が2分30秒残しですね。これで、1切れ、ドン、500円。2切れ入りで、これ1000円。尻尾のところなんで、ちょっと800円ぐらいにしてもいいかもしれませんね。こういう感じで値段を設定していきたいなと。3切れとか作ってもいいかもしれませんね。こういう風にね、こんな感じ。
鎌はまあ1000円ぐらいかな。これでも粗利率 42% ぐらい取れてると思います。まずこれが胴切りカットのやり方ですね。で、次が渋市カット。まあでも1切れ500円だったら胴切りカットが僕は好きかな、この切り方が。まあでも今日仕入れがすごく安く仕入れれたんで、これ500円って言ってますけど、今の相場だと1切れ500円と入れないかも。800円ぐらいはしちゃうかもしれないですね。今魚すげえ高いんですよね。だから渋市カットですね。渋市カットは半分に切って、お節と目節に分けて切っていくってやり方ですね。これね、結構難しいですけど、切り方の向きとかありますから、こっちの方が難易度は高いです。で、4分でいきますね。まずは割ります。僕は背中の方に骨は残しません。お腹の方に骨を残します。いやーでもこれ、どうやって切ろうな。13切れだから、7切れ、6切れぐらいか。重さ的には。鎌入れてにしますか。あ、ちょっとちっちゃかった。ミスった。このぐらいじゃないとダメかな。ちょっとこれごめんなさい。ちっちゃかった。ミスった。渋市カットか。このぐらいになっちゃったな。2、4、5、6切れ。6切れ取りました。これも粗として計算します。1、2、3、4、3切れか。1、2、もうちょっと取ってるかな。こんな感じですね。まあ、もうあとここで1切れ取ってもいいんですけど、まあ、鎌は鎌でこのぐらいの大きさで売っても、まあ、食べ応えありますね。僕はね、こう鎌を残して売るのが好き。こういう鎌に身を残して、まあ、こんな感じですね。盛り付けはさっきと一緒ですね。まあ、2切れこんな感じで、1切れはこうで、この2種類の切り方、どういう風に切るでしょうね。スタジオに戻します。よいスタート。鎌は価格に入れないで大丈夫です。鎌はない計算でお願いします。粗利率の方は大体で大丈夫ですので、大体 40% ほどで。タルブニなのに油ありますよ、それ。三重県ですかね。三重です、それ。桜ぶりですね。僕はヨーグル用意したかったんですけど、今日天然が同じ価格ぐらいで買えたんで、キロだと1号ぐらいだったかな。そんなもんですよね。ますね。天然いいですね。ものすごくいいんですよ。ボレボレしちゃって。この時期綺麗に油がの三重県のぶり好きなんですよ。僕も好きです。さっぱりしてて程よく油。もしよかったらトレーもあるんで、盛り付けてもらってください。ありがとうございます。1切れ500円なので、かなり厚切りになると思います。リッチな切りです。2切れで1000円ぐらい。薄いと食べても美味しくないですよね。そうですね。ブリはね、やっぱりやっぱ厚切りでコロッと切ってあったぐらいがね、はい僕が好きなので。いいですね。でもやっぱ魚屋さんは、まあ、大体粗利率でいうと、まあ、40% ぐらいは欲しいので、欲しいですね。これもガチの現場のうん試験だなと。そうですね。やっぱりどうしてもロスがありますのでね、値引きロス、廃棄ロス考えるとそうなりますね。まあ、今回はアラは考えないんですけど、はいまあ、アラ販売する場合はね、はいはいそうですねアラとかでね、少しね、案外アラ好きだっていう方がいらっしゃるんで、ね、アラはうまいですね。うまいですね。本当にうまそう。これ見てください。これ1500円で売ってたら別に買うもんな。僕が安く仕入れたってことですね。2人ともすごいですね。完璧ですね。どうですか、今まで3問やりましたけど、どんな感じですか。緊張します。緊張しますよね。どんな試験が来るかなって思いました。そうですね。なんか魚はさばくんだろうなと思ったんですよね。まあそうですね。仲のいい仲買の方に行って先日ちょっと天然ぶりを練習でおろしたんですけどまあ大丈夫でした。めちゃくちゃ上手でしちょうどた。次はちょっと変化球だなと思います。では第4問、こちらにですね、アサリがあります。はいたくさんアサリがあります。でここに皿が1枚あります。制限時間は2分。感覚だけでここに 500g 持ってください。こちらに量りがありますんで測らせていただきます。でこちらの量り、封体は抜いてありますので、アサリだけできるだけ海水は切ってもらって 500g 持ってください。ぴったりなんて
絶対にいかないので、できるだけ 500g で。では、いきます。スタート。アサリも今からうまくなってきますね。そうですねも少なくなってきましたよね、夏のアサリはね。そうですね。三河湾が少ないですよね。今日もね、佐久島のいいやつ買おうと思ったんですけど、もうすごい高くて、今日は中国でそす。んなもんじゃないですかね。 OK だったらもう、 OK です。はい、じゃあここに乗せますね。いきます。239g です。ありがとうございます。すみません。いやいや、これはかなり難しい問題です。これは最近アサリ触ってないですよね。かなり入れて 200g でした。嘘ついてるかもしれません。お、いいですか、そんなに入れちゃって。大丈夫ですかね。あれ、ちょっと大丈夫ですか。でもお願いします。600です。楽しないですか。これ僕大好きなんですよ。ずっとやってないと染みつかないものなので。これは穴あきのお玉用意してあって、一すくいでだいたい何グラムぐらいっていう目安を作ってあって、それで入れさせてましたね。でもやっぱりね、感覚でやっぱ覚えてる人は覚えてると思うんで、ありがとうございます。では第5問目、そちらにですね、アジと赤貝とメバルがあります。アジを開きで、干物用ですね。メバルは煮付け用、エラ取って腹を出すって感じですね。で、赤貝はお刺身状にむき身にして、綿を取るところまでよろしくお願いします。制限時間が全部で15分取ってます。アジ、メバル、赤貝をさばいていただきます。こちらですね。これはまた基礎ですね。対面コーナーからお客様が、これメバル1匹ちょうだい、これ煮付け用にっていうご注文すごい多いので、迅速にかつ綺麗に鱗と内臓とエラが除去できるかっていうのをメバルではチェックします。アジの干物っていうのは大体ね、腹開きが多いと思うんですよ。ホッケとかはね、背開きが多いんですけど、そこら辺どうやって開くのか。アジでも背開きはあるんですけどね、一般的には腹開きが多いんじゃないかなと思います。で、赤貝、やっぱりね、剥きたての赤貝美味しいです。特に愛知県は赤貝すごく美味しいんで、実際店舗で剥いてもらうこと多いと思いますんで、こちらの方を見ていきます。時間がですね、全部合わせて8分。よーいスタート。はい、じゃあまずはメバルからいきますか。もう30秒から1分でやっちゃいましょう。もうこれはプリプリの生きたメバルなんで、鱗がすごく取りやすいですね。しっかりこの尻尾とお腹、ここでしっかり取ることで、エラを外して、ちょっと失敗で内臓を取っていきます。はい、終わり。煮付け用ですね。1分ですね。まだ7分もあります。そしたら次はアジの開きですね。アジの開きはまずはエラを外して、そしたら肛門を割って内臓を取り出します。で、ここきれいに洗います。そしたらこっち側から開いていきます。こう入れて、こうですね。で、頭も割ると。はい、これがアジの開き用ですね。こんな感じです。まだ6分ありますね。次は赤貝剥いていきます。これずらしてやってもいいんですけど、これね、ずれるやつとずれないやつあるんで、ここからここちょっと割ったりして入れていきます。貝ひもをできるだけ切らないように、よいしょ、パカッと。こちら側の貝柱も外して、こっちも貝ひもは切らないように。そしたらまな板をきれいに一回洗浄。貝ひもと玉を分けます。で、紐の処理ですね。紐はエラを外します。ここですね。こことここです。そしたら玉開いていきます。玉はお腹側から包丁を入れて、よいしょ、開いていく。綿を外します。こんな感じで終わりです。4分で終わりました。現場へどうぞ。はじめ。はい。
苦です。苦ですか、すごい。赤貝も大体開き買っちゃうんで、そんなにやることないですね、飛んだりとか。紐がね、切れてしまうんですよ。うまいです。残り10分ですね。いい味だ。ツヤツヤの味。美味しそうな味。ああ、もう終わりですか。早い。8分41秒残して終わり。2人とも時間を余裕で残してのクリアということで、やっぱり個性が出ますね、さばきっていうのはね。では次で包丁を使うのは最後です。第6問目がマグロの柵をトレーに8貫お刺身で切って盛り付けてください。よろしくお願いします。制限時間がですね3分とさせていただきます。では行きます。始め。実際にお客様に提供するような形で残り時間1分です。はい、これにて、実技の方終了とさせていただきます。本当にありがとうございます。お疲れ様でした。ありがとうございました。お疲れ様でした。いやもうお二方ともお上手で、この緊張感の中ねすごいです何が一番悔やまれますか？タイが全部やれなかったの、少なくてよかったです。少なくてよかったです。さすがにそこまでは悔やまれるなってポイントとかありますか？魚さばくのが1年以上ぶりなんで、もうちょっと勉強しておけばよかったなと思って、全体的に全然さばけなかったので。じゃあ後で紙のとお魚の名前を書いていただくっていう試験がありますので、そちらみんなでやりますので、待機室の方でゆっくりしとってください。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。どうぞお好きな方へ。今日はありがとうございます。どこから店舗責任者さんですね、2名。まずちょっと軽く自己紹介の方よろしくお願いします。今までは店舗のマネージャーですとか、あとは飲食の立ち上げ、そういったところをやっておりまして、特に父が漁業関係の仕事をしまして、昔から魚に触れる機会が非常に多かったっていうので、魚は小さい頃から食べてましたので、ちょっと今回、応募させていただきましたので、そういった経験が活かせればなと思います。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。以前ですね、飲食店で経験をマネージャーですとか料理人という形でやらせていただいてたんですけれども、海外と日本と両方経験があります。ただ今現状としては営業職をずっとここ15年ほどやっているので、ブランクがある状況ではありますけれども、長年ちょっと飲食業に戻りたいなとやりたいなという気持ちがあったので、今回すごくいいチャンスだなと思いまして応募させていただきました。よよろしくお願いします。よろしくお願いします。ではですね、第1問目、そちらにアジがありますので、3枚におろしてもらって、お刺身の方にしてください。盛り方は自由なので、制限時間がですね、5分設けてありますので、よろしくお願いします。ちょっと実際やってみますね。よー、スタート。どうしよう。あ、これ確かに緊張するわ。まず、なんか喋っちゃうな、いつもの癖で。あ、これね。こんなもん緊張するわ。こんな静まり返って冷蔵庫の音だけこだましてこれは緊張する。このね、まな板洗う時間とか、こんなちっちゃいまな板もう1個用意してあげておいたらよかったかもな。腹に1本、背に1本。
残り3分。あーでも時間過ぎるな。本当はここで一回酢洗いしたいところですけども、ちょっと酢がないので今本番を切らせていただきますね。酢まです。これ自家製のツナ、大根、自分の大根です。昨日夜な夜なついてました。はい。です。うわーすごい。かっこいい。こんな大々的だと思ってなくてめちゃめちゃ緊張してるんですけど。めっちゃかっこいい。ちょっと見ていいですか。そうそう、はい。青がめちゃめちゃ好きで、うわ当時多分動画にも出たと思うんですけれども、これの本当発売されたぐらいの頃からマジっすか。くらいこうかすみさんのそうですそうです。操作性が本当にね高いんですよこの包丁。でも硬いものには弱いっていう弱点はありますけど、それ以外取ったらすごくいい包丁なんですよね。では始め。めちゃくちゃ緊張しますよねこの空間。カメラあるしシーンとしとるし、先ほども鮮魚の方々さばいてましたけどすごい空気でした。もうこんなにガチガチだと思ってなかったんですけど。そうですよね。でも本当に肩の力抜いてください。絶対に普段の力は発揮できないので、いつもと違う空間ですし、アジはお刺身にしたことはありますか？実は練習してきました。わアジでドンピシャでアジですか？ドンピシャでアジです。うわひねればよかった。方々にしようかと思ったんですよ。一瞬方々行こうと思いました。ちなみにちょっとまな板を洗ったりだとかする時間があるんで、そこを考慮できてなかったので、もう3分伸ばします。骨抜きをちょっと忘れちゃいましたので、骨抜いた手で切っていただいてもいいですし、V 字で取ってもらってもいいですし。ちまった。僕あのぐらいのサイズだったら骨取らずにパクパクっていっちゃうんですけど、持参してますね。持参ですか。先ほどの鮮魚の方もそうですけど、皆さん当たり前に魚さばけますね。俺もやりてえ。店舗できたらやろうかな、こういうイベント型でこういうの。いいっすね。こういうのを習いたいっていう主婦の方なんかもいらっしゃると思うんで、そういう方を集めて、それこそ全国から来るんじゃないですか。そうですね、来ますね。ね。池なんで剥きにくいと思いますね。めちゃめちゃ剥きにくいと思います。しかも時間まで言われてるんで、もう頭がパン真っ白になります。残り時間2分です。あとはですね、筆記の方がメインになりますので、別室に移動していただいて、筆記試験の方よろしくお願いします。じゃあ、移動しましょう。よし。お願いします。お願いします。よろしくお願いします。お願いします。今からいくつか実技をやっていただきます。第1問目ですけども、そちらのバットの方にですね、ネタが入っております。ちょっと開けていただいてもよろしいですか。そちらのネタを使って3800円のお刺身の盛り合わせを作ってください。ネタは全部使わなくてもいいですし、入れないネタがあってもいいです。もう自由です。自分が思うお客様に3800円で販売したいなっていう刺し盛りを作ってください。皿は2種類用意しました。青の平皿と、船皿
2つ用意しましたんで、どちらを使ってもらっても構いません。制限時間は20分でやらせていただきます。個性が出ますからね、これは20分たっぷりありますんでね。おっ、これでいきます。今日は出た。これはいい PR になっちゃうぞ。ちょっと自己紹介の方よろしくお願いします。今回金子さんと一緒に海の豊かな恵みをお客様にお届けして、次世代の子どもたちにこの海をつなげていきたいという思いで志望させていただきました。よろしくお願いします。いや本当に二次面接の時からもうすごくしっかりした方で、今日お会いできるのが楽しみでした。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっとねカチッとした緊張するような場所ですけど、はい、肩の力抜いて頑張ってください。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。結構経験があって若い頃からそうです。15からやってますね。即戦力になるかもしれない期待してます。マジでまだ若いので吸収力がすごいのでね、頑張ってください。ありがとうございます。肩の力抜いてね。めっちゃ緊張します。めっちゃ緊張するこれ出身は東京なんですけれども、今日ハワイから来ました。精一杯やりますのでよろしくお願いします。ハワイから来ていただいたんですよ。確認しました。僕何回も本当にいいんですかと、愛知に来てくれるんですか、ぜひ働きたいです。すごく熱量がすごい方で、実際ハワイでもお魚料理されてたんですもんね。そうですね。ハワイはポケとか有名なので、はい。そう、またちょっとねハワイの魚とこっちの魚違いますけどね。そうですね。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ちょっと緊張してて、緊張しますよね。めちゃめちゃ緊張して。でもね初めて飲食の方この4人いるんで、まだ柔らかいですよ。最初の鮮魚の2人は本当にかわいそうでした。ガッチガチでした。いや、自分ガッチガチですか。ガッチガチですか。頑張ります。はい、怪我だけ気をつけてよろしくお願いします。よろしくお願いします。では用意はいいですかね。では始め。20分ありますから、思う存分やっちゃってください。3800円、結構単価の高いお刺身になりますんで、まあでもあまりその原価とかそういったものは考えすぎず、値頃感で3800円ぐらいで販売できるかなっていう刺し盛りを作ってください。やばい、手震える。震えるな震えるな取られながらやるの初めてです。そう取られながら見られながら目の前気まぐれクックだし、時間はある程度指標なんで、でもめっちゃ楽しそう。俺やりたいもん、これやりたい。俺も挑戦者側で散髪ちょうどいい。あんまちょうどいいでしょ。あんた楽しいな。魚相当好きだろ。めっちゃ好きです。丸皿でいきますね。はい。丸皿、あ、丸皿だ。あ、じゃあいや、僕も丸皿で。丸皿で丸のが慣れてるんで。すごい切れそうな柳ですね、それ。手入れちょっとしてなかったんですよ。しばらく使ってなかった。してないのに借りて自分で刺身のみならずあしらいをどう使うかとか、そういったものもポイントになってくるのかなと思います。面白い。みんな違う。これ面白い試験。めっちゃ色が出てる。これ完成形が楽しみですよ。これなんていう貝かわかりますか？これアワビです。正解です。触ったことないんですけど。触ったことないのにこの切り方ができた。せっかくだったらアワビ触ることないかなと思ってそうだな。触ってみようと思って。触っちゃえ触っちゃえなんでも。なんかさよりも初めて触ります。皮引くのやめようかったな。くそ。吸った。タコはハワイではよく食べるんですか？そうですね。たまに出ます。ですよね。タコもポケにできたりするので。なんかポキに入ってるイメージがあります。そうですね。アワビとかはあります？アワビはそうですね。あんまり出ないですね。いいっすね、それ。僕もよくやります、それ。柑橘好きにはたまらない切り方です。6分経過です。やばい、手が震えている。めちゃめちゃ。どれがどう震えとるの？やばい、細かい作業するときに手がめちゃめちゃ震えてます。本当。まだね、でも今のこれね、21歳だもんね。21です。よくそのホタルイカそれよく取るって知ってるね。これ静岡に居酒屋やってた時に触ったんで。ちょうど今時期だから。そうですね。まだまだ時間は無理あります。まだ半分も経過しないです。
まだ10分以上時間あります。ちょっと待って、レベル高いぞみんな。薬味でみょうがね、大好きです。大好きです。大好きです。香りも大好きです。ですよね。誰か使うかなと思って入れました。やっぱ動画見るのとやるのでは違いますね。違う？全然違います。ああ、またしかも慣れないキッチンですしね。そうなんですよ。それはどこかでお刺身は学んだんですか？いや、もうこの試験が決まってから24時間気まぐれクックさん見てました。マジか。カリコイズムの強い刺し盛りだ。そうです。まだまだ伸びしろはありますね。はい。伸びしろしかないです。伸びしろしかないですね。はい。その盛り方は俺と近しいものが。長くしてますよね。そう。基礎だからね。ああ、でも本当かなり包丁も入ってるし、本当に好きなんだね。好きですね。なんか魚を道具として見てないのが分かって、なんか愛がある。なんかお金儲けの道具としか見てない人いるのよ。値段上がってきてます。残り7分。残り7分です。完成です。完成しました。完成しました。すみません。マジですか？はい。うまそう。すげえ。すげえ。3800円。3800円。いいと思います。ありがとうございます。やばいよ、あともう7分しかないよ。あ、7分、もう6分ぐらいだ。やばい。急にすごい焦らせてる。3800円だよ、3800円。急にすごい焦らせてる。急にやるよ。皆さん、甘エビを使ってますね。スーパー出身なんだよね。スーパーで学んだことだもんね。とあと居酒屋です。どっちかというと、だから居酒屋寄りの。居酒屋の方が長いです。だよね、居酒屋の方が強いね。残り4分となりました。はい、終わりです。お疲れ様でした。お疲れ様でした。どうでした？手が震えて悔いはないです。はい。こちらです。うわ、うまそう。タイトルいいですか？はい。春の満開です。めちゃくちゃいい。そんなん言ったらもう、今はもう他の人タイトル考えなきゃってなってますよね。これが桜に見立ててね。そうです。桜鯛をやっぱりメインで今回は食べていただきたくて。ホタルイカ入れてほしかったですね。春だったら。さあ、すいません。申し訳ございません。皆さんホタルイカ入れてますか？ホタルイカ入ってましたね。はい、でもすごく綺麗です。俺これだったら3800円。なりますよ。アワビも入ってますしね。素晴らしい。ありがとうございます。30点。30点。低くないよ。めっちゃ美味しそうよ。こちらです。じゃん。ちなみにタイトルは？やっぱ来ますよね。やっぱ居酒屋で働いてたんで、まあ普通に居酒屋の刺し盛り。居酒屋の刺し盛りって感じでまで入ります。綺麗だよね、仕事ね。一応居酒屋だと人数分かける何貫みたいな。なるほどね。何種類みたいな感じでやるんで。すごく真面目なんだなっていうのがもうこの一皿で出てます。お疲れ様でした。ありがとうございました。素晴らしいですね。ボリューム感あふれるガチンとしたタイトルはハワイのどこ全体ですね。ハワイの島をこう美味しそうですね。うまそうです。ありがとうございます。7分の時間残してオーソドックスなタイトルをお願いします。タイトルは全部入れようと思ったんですよ、種類。さよりを入れ忘れました。なるほど。はい。さよりを入れ忘れましたですはい、はい、では第2問目。その目の前にブリの切り身があります。煮付けを作ってください。酒、醤油、みりんがあります。大きい入れ物に入ってる方がそれが砂糖です。何使ってもらっても構いません。使わなくても構いません。制限時間15分です。始め。全然みんなついたんですが、このブリうまそうです。もうそうでしょう。めっちゃ脂乗ってます。天然だよ。ブリさばくの好きなんですよ。本当は俺も好き。楽しいです。楽しいよね。つけはちなみによく作りました。まあ金子さんの動画見て、最新の動画に煮付けの分量バッチリ頭入ってます。すごいな。はい。
5分程度今脱水しております。油の層見たってください。これこの油の層、天ぶりですよ。天ぶりでこんな皮下脂肪ありますから。出来上がりそうですね。皆さんできたみたいなので、まあ3分残しですけども、ちょこっと味見させてください。まあでもこれはね、完全好みの問題なので、絶対にうまいです。皆さん作り方見てましたけど、これ入れてこのブリはどうやっても美味しいので、はい、上品な酒箸で失礼します。いただきます。ありがとうございます。めっちゃうまい。ありがとうございます。いただきます。しっかり中まで火が入ってます。早いのにちゃんとしっかり火が通ってる。一番とろみが高いですね。いただきます。米が欲しいね。うまい。照り焼き風な煮付けですね。皮のとこがうまいですよね。うまい。いただきます。よかったです。全部うまいです。当たり前にうまいです。ブリって実は春が旬なのかもしれませんね。年取ると。煮付けお疲れ様でした。どれも美味しかったです。次はちょっと変わった出題ですよ。目の前に今サバがありますよね。制限時間5分でそのサバの中からアニサキスを見つけてください。できるだけたくさん。いない場合もあるかもしれませんよね。まあでも僕はいるんじゃないかなって。身だけじゃなくてもいいです。内臓から探してもらってもいいので、アニサキスを見つけてください。まあ、これはサバの三枚おろしが見たいのと、アニサキスに対しての意識レベル、そこら辺を見たいですね。大体アニサキスがいるポイントは内臓、特にこの肝臓によくついてますね。あと身の方だと肛門付近のところの肉によくついてたりしてます。あと腹骨の裏とかそういったところについてます。アニサキスいない個体かもしれないんですけど、ちゃんとアニサキスをどうやって探すのか、そういうのを見ていきたいと思います。ちょっと僕もやっていきます。制限時間が今回5分ですね。ではいきます。スタート。まず3枚に普通におろしていきます。でも油はあるか。うわー、物悪いね。あ、もう早速いた。いましたね。ちょっと後で。うわ、オキアミバッチリ食べてますね。まあ普通に3枚におろしていきます。3枚おろしの完成ですね。そしたらここですね。どこ行っちゃった？さっきおったけどな。1匹はねいたんすよ、さっき。これか。まず1匹いましたね。2匹。ここにもだ。3匹。あ、食いついてる。卵にいっぱいついてますね。3匹。ここもだ。これでかいな。こんなにできて大きい。4匹。サバはね多いですね。いっぱいついてる。残りま3分もある。本来はね、こんな内臓をチェックすることなんてないんですよ。内臓を廃棄しちゃいますんで、いなくていいんですけど、今回できるだけたくさん集めるっていう出題ですので、腸のところにもいっぱいいるんだね。で、この肝臓ですよね。ここにね、よく食らいついてるんですよ。いないな。あ、胃袋にたくさんいる。あ、ここすごい。ちょっと待って、この多いな、この個体。こんなに多いんだ。これ全部オキアミですよ。ああ、ここにもいる。よっと。残り時間1分。まあいいでしょう。このぐらいで。あとは身を見ましょう。身についてるやつを見つける方が大事ですからね。ブラックライトとか当てると分かりやすいんですけどね。
身の方にはいなさそう。こっち側にはいなかった。終わり。はい、こんだけ取れました。アニサキスたくさん。では戻します。まあサバは当たり前に皆さんさばけますわな。このサバがアニサキスのいない海域で取れたサバで、アニサキスがいないかもしれません。少ないかもしれません。1匹見つけたらすごいかも。あ、なんかやってるな。身はもうあえておろさず内臓から攻めてるね。一旦中身じゃんね。中身チェックから始めてるから。イワシ、それ何イワシ？正解。そうまた買ってきたんだけどな。でもいないに越したことはないので、もちろん3枚おろしまでしてください。今グレブルーはサバおろしやすいでしょう。もう包丁9割です。はっきり言って。合格って言いたいけど。内臓のところなんですけど。まだ誰も見つかってないです。まあでもいない場合もこれ3枚おろしのテストになりますので、今店舗でアニサキスでね中毒があってもすごくニュースになっちゃうぐらい大事になりますのでね、やっぱりアニサキスに意識を向けるっていうことがね大事なことなので。めちゃくちゃ鮮度いいね。だったら刺身説明してね、いけるぐらいだね。ハワイはこのアニサキスに対してはどうなんですか？生食はあんまり。そうポキはサーモンですもんね。そうですね、サーモン、マグロ、そうですね。ああ、これいないタイプのサバかもしれません。皆さん、3枚おろしをチェックということで。いました、アニサキス。いないです。いないですよね。いないです。いなそうです。頼む、いてくれ。もういたらもうボーナスみたいな話になってきますよ、これ。これ以上アニサキスを出てきてほしいと思ったことはない。いないに越したことないですからね。越したことないですよ。大体ね、肝臓とかのところにおるんですけどね、そこによく食らいついてますけど、肝臓がその色じゃ、アニサキスもそうか。内臓にもいなかった。いないと思います。はい、終わり。これはですね、僕の仕入れがすごかったということです。はい、いいサバでした。いいサバでした。アニサキスゼロのサバでした。ほんであるんですよ、たまにこういうね、アニサキスの少ない海域のサバがあるんですよ。それでしたね。まあ、でも3枚おろし、すごく皆さん上手におろしてくれました。ありがとうございます。次は難しいです。多分触ったことない人も多いんじゃないかな、この魚は。じゃあそこにですね、ある彼がですね、石ガレです。特徴的なのはこの背中の方を見てもらうと分かるんですけど、なんか石のような鱗がありますよね。煮付けにする時とかはそこの部分を取るんですよ。でこっちの方では石ガレすごく人気の魚でよく食べます。ヒラメにしようか迷ったんですけど、ちょっと変わり種を買いました。なので今日そちらの石ガレを5枚おろしにしてください。来ました、5枚おろし。実際店舗に入ると5枚におろす機会多いと思いますね。頭とかの処理は大丈夫なので、腹骨もつかなくて大丈夫です。制限時間10分で5枚おろしにしてください。ヒラメの5枚おろしにしようかなと思ったのですが、石ガレがね良かったんですよね。やっぱり今回応募してきた方っていうのは全国各地から来ていただいた方多いので、これね僕らの地元ならではの魚をさばいてもらおうかなと。そもそも知ってるのかなっていうところから、なかなかねこれ見て「はい石ガレです」って答えれる人は少ないと思います。5枚おろしまでですのでいきたいと思います。この石ガレの5枚おろし本当難しいですからね。僕も苦手です。いきます。よーいスタート。まず僕は石ガレ必ずこの石を取ります。石取るときはこう持ち上げてこうやって取ってあげる。こうですね。これね硬いんですよ。ここにも石ついてますんで、こうですね。こうのこうです。いやいかん、こんなの説明しとったら間に合わなくなる。いつもの動画じゃないんだから。パカッと割っておっとね噛まれるところでした。はい、そしたら血綿を外します。はい、そしたら石ガレぬるぬるしますので、ペーパーとかダスターとかタオルを敷いて、その上でさばくと非常にさばきやすい。真ん中に1個入れます。
してますね。美味しそう。よいしょ。こっち側が難しいんですよ。白い方ね。なんでかというと、こっち側へこんでますから、それがね、難しいんですよ。これも卵を放出し終わった後で、身は痩せてますね。時期的にはね、石ガレイは今じゃないんですけどね、身が薄いので、またさばきにくいですよね。すげえ難易度が高い。本当はね、これ皮引きまで僕は行きたいところなんですけど、いけるかな。あ、やっぱいけた。これは難しいな。ひらめにしてあげればよかったですね。はい、1枚。5枚おろしまでは終了と。皮引きまでいきますか。この石ガレイの皮引きがまた難しい。この色を残すのがね、油があるとね、白残りやすいんですけど、これは残りにくいですよ。1枚。2枚。まあでも石ガレイを5枚におろしてくださいっていう注文はなかなかないですね。エラとお腹出してもらって煮付け用にしてくださいっていう注文が一番多いかな。煮付けがすごく美味しい魚なのでね。でこの石を取らないと、この背中の方、ここがこういう風に皮が引けないんですよね。ここ石取ったんで引けましたけど、引かないとここで突っかかっちゃうんですよね。はい、5枚おろし皮引きまで完成ですね。戻します。いや、いなかったんですよ。探してみたんですけど。まあなかなかこれ愛知県の石ガレイなんで、北海道の方のやつだとたまに入ってるんですけどね。これもね、ぬるぬるしてますし、骨も硬いしで、かなり難易度高い魚です。これは難しいですよ、石ガレイは。ちなみにさばいたことありますか？石ガレイ。ないですよね。まあ、小ガレイは特に多いですもんね。本当にね、食べる地域がね、結構限られてると思う、この魚。一番いないぞ。ちょっと5枚おろしに慣れてる。よくやってます。あ、やっぱりな。居酒屋の時もヒラメとか入ってきた。ちなみにさばいた魚、もしよかったら皆さん持っててくださいね。持っててください。残り時間6分。皮引きまではやらなくてもいいので、できたらやってみてもいいんですけども。これすごいな。さすが唯一ペーパーかましてる。ぬるぬるするからね。ぬるぬるする。めっちゃ残ったんですけど。やらないと難しい。身がめちゃめちゃ残っちゃったんですけど。もうちょっとゆっくりやればよかったの顔してますね。ああ、この個体一番痩せてて、これ一番むずいわ。いや、めっちゃむずい。これめっちゃむずいやつです。これですね。大差がすげえや。最大難易度じゃないこれ。5枚おろしでやっべらだ。市場では避けた方がいい石ガレイですね。この卵を産み終わった後かな。これいつもだったらよく見て買うんですけどね、今日ちょっと急いでおったんで、型の揃ったやつくださいって言ったらこうなります。なので市場行った時はしっかりやっぱり一匹一匹自分で寄り抜かないとダメなんですね。うまこれ。何これ、めっちゃうまいんだけど。うまくできました。めっちゃうまくいってるじゃん。これ100点ですよ。石ガレイのこの白いところに乗ったやつ。はい、それまで。ああ、これは本当に大変だったと思います。すごい上手におろせてると思います。皮
皮引きまでめっちゃ難かったです。石のところが難かった。石のとこ難かったでしょ。これね、石を取ってから皮引き、本来はね。そうですね。そう上手、おろし方はすごい上手。これ見てください、これしっかり骨の跡もいい。バラバラバラヒラメとか結構さばいてきたんだなーって感じます、どうですか、石ガレーぬるぬるで大変でしょ。でもね、ここまでもうできました。美味しい魚なんです。どうでした、石ガレーは。いやー難しいです。ヒラメとはまた違いますよね。全然ね、全然違います。縁側もこう残りにくいしね、皮が硬い。またこの時間制限っていう制限の中やろうと思うとね、なかなかワクワクしますし、ありがとうございます。第5問目、こちらにきゅうりとカンパチがあります。きゅうりでかっぱ巻きを、カンパチで握りを3貫作ってください。制限時間は8分です。スタート。僕これ一番苦手です、個人的に。もう全然魚さばいた方が得意です。皆さんの方が余裕みたいな雰囲気出してます。お寿司は得意ですか？いや、やったことはあるかなぐらいです。あと自宅で1回やったことです。手が綺麗だね。俺と同じ系統の手だ。そうなんですか。どういう系列はね。系列。うまい。ああ、上手だ。これはやってましたね。ちょっと太巻きとかもやってましたけど、そんなにはやってない。ここに来たインドの幼虫だですね。わあ、美味しそうですね。うまそう。おお、いいじゃん。いいじゃん、いいじゃん。努力します。あんまやんないですよね、寿司ってね。いや、正直初めて。あ、初めて。はい。初めてですか。初めてでこれですか。お疲れ様でした。次で最後となります。次はですね、舌のチェックです。自信はありますか。鼻が詰まってます。ああ、いや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 。花粉の時期なんで。そうだね。あえて花粉の時期に。今から A、B、C と書かれたお魚を出します。全部食べてもらって、で僕が一つ魚種を言います。その魚種の札を上げてください。目と舌を信じてやってください。1問目はエビです。エビからの出題、3種類のエビ持ってきますので、どうですか。パッと見た感じ、全部名前わかりますか。あ、大丈夫です。大丈夫そう。はい。まあこれ簡単だよね。じゃあこれ本当はですね、目隠ししてやってもらおうと思ったんですよ。ただ目隠しは、まあ、俺でもちょっと間違えたんじゃないかなっていうぐらいの話なので、さすがにどうですか。いやー、自信のほどは。食べても食べなくても大丈夫です。でも食べてもらった方が間違い、食べないで外すのが一番ダサいので鮮度的には全然もう抜群なので、はい、そちら3種類のエビが用意してあります。ジンさん食べますよね。アレルギーとか大丈夫ですか。はい。目に舌に焼き付けてください。どうですか。うまい。うまいでしょ。分かった感じしたね。今 B のエビ好きなんですけど。 B のエビ B ね。ああ、 B のエビね。これ珍しいエビですけどね、 B のエビって。ではボタンエビはどれでしょう。せーのであげてください。せーの。こちらがボタンエビで、こちらがちょっと難しいです。多分皆さん食べたことないと思いますけど、大蜜トゲチヒロエビ、カラビネロですね。僕の大好きなエビで、こちらが赤エビです。全員正解です。よっしゃすごい、よくわかりましたね。これ好きなんですよとか言って外してたらめっちゃ恥ずかった。池のボタンエビ用意したんで、そこ騙されるかなと思ったんですよ。伊勢エビかなって思ってもらえると思ったんですけど、やはり皆さん2ですね。ちなみに A のエビって何か分かりますか。多分これは分からないと思います。見た目だけだったら、はい、カラビネロじゃないです正解ですよね。すごい。大水トゲチヒロエビで、 C が何だった。 C はアルゼンチンアカデミー。素晴らしい。いつもとは違って素晴らしい。次はですね、軟体です。切り方もですね、これ
意地悪な切り方してあります。特徴が出にくい切り方してありますんで、見た目ではまあちょっと難しいかなと。でもまあ分かる人は分かるかな。僕は分かります。その切り方されてもっていうレベルです。その中で検査キーカはどうでしょう。あったのって感じの顔しましたやん。ちなみにその3種類ともまるで違う軟体です。なんか似たり寄ったりなやつは出題してません。ではせーの、はい、CCCA。 こちらが検査キーカ、こちらが水ダコ、こちらがモンコウイカです。正解。よっしゃーすごい。ただ C って答えられた方も惜しいです。 C はモンコウイカです。イカでは合ってます。ただもうまるでスミイカ系統なのでイカの種類は違うんですけど、うまみ的にはもう合ってます。 B は何か分かりますか。水ダコです。次からまた難易度上がります。じゃあ次お願いします。次は白身ですね。これもちょっと意地悪なカットの方法をしてあります。特徴的なところは肺であります。香りやうまみといったものを舌全体で感じ取ってもらって、自信はありますか。さっきのよりはさっきより簡単。本当。これむずないっすか。2つは分かったので初級表で多分いけます。白身ってものすごい幅広いじゃないですか。いろんな白身がありますよ。その中でイシダイはどれでしょう。バローで買ってきました。では札を上げてください。せーの、はい。 AACB 見事にみんな割れましたね。正解はですね、こちらがマダイ、こちらがヒラメ、こちらがイシダイ。これは難関です。 A です。よし。 B は正解。見てわかりました。C は何か分かります。マダイです。しかも天然のマダイなんで多分これは当てれないと思います。あの小ささじゃ。よく分かりましたね。噛んでいきました。ちょっと油を感じた。油がやっぱイシダイ特有のこの粘土質の油というか、そういったものを感じ取ってくれたんですね。で最後の出題ですね。お願いします。一番最後に簡単なのをあえて持ってきました。ではどうぞ召し上がってください。個性があって美味しいです。これ系統の撮影よくやるんですけど、後半になっていくとね本当に分かんなくなってくるんですよね。エビの味します。エビの味がする。カラビネールの強さです。ではいきますね。その中でブリはどれでしょう。ブリの札を上げてください。はい。AACC。正解はですね、A です。よし。これ皆さん今食べてもらった魚、今日皆さん触った魚です。触ったり口にしたりしてます。 A がブリ、 B がイシダイです。まさかのイシダイ2つ入ってきてます。あえてここは C がカンパチ。正解です。どうでした。この難しかったですか。ちょっといい人でなかったかもしれない。何や本当に今日ご苦労様でした。ありがとうございます。あとこちらの方で審議してまた結果発表しますので、少し待機室の方でお待ちください。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。完璧にこなせる人はいないと思ってたから、そこはまあ僕らが教えていかなきゃいけないところなので、基礎がしっかりできてるかと衛生面のところをすごいしっかり見てたんで、それ考えるとそうですね。これ実は、お魚試験もやってます。鮮魚の方どういったお魚試験やってるかというと、こういった感じです。皆さんも一緒にお考えください。どうぞ。すごい。後半に行くにつれ難しくなってきますからね。セミホーム分かるんだ。これこの子詳しいわ。三島岡勢分かって、本当に俺の動画よく見てるわ。それぞれにね
個性があっていいっていうのはいいんですけどね、そのマネジメントっていうことになると熱量はやっぱ皆さんすごいので、熱量はすごい、一緒に働きたい人ばっかなんですけど、皆さんと一緒に働きたいんだけどな、本当に。皆さんお疲れ様でした。どうでした？意外と緊張しました。緊張しましたね。皆さんマジで熱量高くて、もう皆さんと一緒に仕事がしたいんですけど、簡単に言うと、責任者の方はちょっとゼロという形を取らせていただきました。ただ一緒に働きたいなっていう方たくさんいますので、個別でお話がしたいです。本当はね、この場所で合否を発表したいんですけど、そうするとやっぱり動画にも残りますので、結構な人数の方が見ますので、ちょっと個別で案内しますので、部門ごとに1回にお呼びしますので、ちょっとお話をさせてください。いやー、難しいな、でも今からこういうね、いろんな困難が待ち受けてますよね。そうですね。はい、というわけで無事オーディションが終了しましたと。今回は責任者さんの方はゼロという形だったんですけど、実際に中の方々から正社員でお願いしますということで内定を出させていただいた方々もおります。やっぱりこの責任者となると、極端な話、その魚の知識も腕も料理も本当はもっと僕よりできる方々がいいなと思っておりましたので、やっぱり金子さんの動画を見て一生懸命練習しましたっていうレベルの方だと、ちょっと責任者は難しいのかなと。今回のお店、人生かけて作ろうと思ってる店舗なので、ちょっと妥協はできませんでしたね。で、今回オーディション参加してくださった方々、本当にね、急なスケジュールで、しかも動画映ってくださいっていう条件の中ね、応募してくださってくれてありがとうございます。いや、相当プレッシャーだったと思います。遠方から来てくださった方もいますしね、本当に感謝です。で、今回のオーディションでは責任者さん募集したんですけど、今回は正社員さんとアルバイトさんの方を募集させていただきます。で、正社員さんはですね、今回のオーディションのようなことをさせていただきます。動画とかは一切入りません。やっぱりこの実際魚をさばいていただいたりだとか、料理を作っていただいたり、盛り付けをしていただいたりだとか、そういった技能もね、直接我々も見たいので、今回やったオーディションのような内容をやらせていただきます。詳しいことは概要欄のホームに書いてありますので、ぜひそちらご覧ください。理想はですね、もう魚のプロフェッショナルが集まる店舗のような、そんな店舗にしたいなと思っております。募集ポジションはですね、飲食部門と鮮魚部門、こちらの方を募集させていただきます。こちらとして大歓迎なスキルは、もともと飲食店で働いてたよっていう方とか、鮮魚店で働いてたよとか、市場で働いてましたとか、あと魚が本当に好きでたまらない方とか、そういった方々だと嬉しいです。流れはですね、概要欄にある応募フォームに必要事項を埋めて提出してください。で、書類選考をさせていただいて、合格された方のみメールにてオーディションの案内をさせていただきます。こちらの動画公開から1週間以内に連絡させていただきます。5月中旬以降で予定しております。かなり本気でやる店舗ですので、ぜひ僕らと一緒に働きませんか？視聴者の皆さん、もう少しお待ちください。愛知県に気まぐれクックの海鮮テーマパークがもうすぐで爆誕します。ぜひ遊びに来てください。新鮮な魚介類、そしてその魚介類を使った美味しいお魚料理たくさん用意して、愛知県常滑市の方でお待ちしております。またこちらの方のチャンネルで情報を随時発信していきますので、よろしくお願いします。というわけで今日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。